ぎちゃんって言っちゃってて大丈夫です。すぎちゃんでお願いします。よっしゃ、乾杯。乾杯でございます。竹さんとかにほら、竹さんとか杉お前大丈夫かなんか変だぞって言われて、あ緊張してんだろって言われて、いや緊張してない雰囲気に飲まれてるだけだってさ、それお前緊張って言うんだよって言ってたまに思うよ。やっぱそもそもね、もういい音楽がたくさんあるのにさ、自分でまた新しい曲を作ったりしようだけどさ、ね。はい、こんにちは、小川栄です。珍しく外で、ロケやってます。ちょっと音が聞こえたりするかな。鉄腕アトムの音楽が流れてるのが聞こえるか聞こえへんか、そんな感じなんですけど、どこにいますかというと、こちらです。高田馬場駅ですね。上が線路なんで聞き取りづらいかもなんですけど、なんで私ここに今こうやって外にいるかと言いますと、今日はある人と待ち合わせをしていて、この高田馬場の街をぶらぶらと歩きたいと思います。ちなみにその誰と待ち合わせをしているかと言いますと、なんと杉浦ムンさんです。すごないですか。新しいアルバムをリリースされました Someone is Dancing Somewhere というアルバムで、その、アルバムについてのお話とか、あとは、この街をねブラブラしながらいろんなその杉浦ムンさんの音楽の話とか、いろいろ、ルーツだったりとかそういうところを聞いていきたいなと思います。では、到着を待ちたいと思います。ブギちゃん来ました。おはようございます。よろしくお願いします。スギちゃんです。杉浦さんです。よろしくお願いします。そう、待ち受けてました。待ち受けてました。マジで来た。始まってんだ。そうなんです。はい、これが YouTube でよろしくお願いします。ちなみになんで高田馬場？そのゲーセンに来たかったんだよ。ね、あんま知ってるとこだとなんか知ってるとこしか行かないから。知らない街にあえて来てみるっていう。それいいっすね。5回目ぐらい。長い人生で。しかもスギちゃんって言っちゃってて大丈夫ですか？スギちゃんでお願いします。スギちゃんは東京出身なんですか？東京出身だよ。高円寺なんですか？そうです。はい、すごいかどうか。都会ですよ。ねえ。はい。下町ですよ。いやでもそうかも。面白いね、街ブラみたいだね。ね。面白いいい感じで。そうですか。こんにちは。じゃあ高円寺でもよかった。高円寺でもいいけど、でもこっちの方がいいよ。本当ですか？5回目だから。そうか確かに。もう高円寺スギちゃんが生まれが高円寺。育ったのはまたちょっと。育ったのも高円寺。そう。その頃って今は高円寺って音楽の街ってめっちゃイメージ持ってるんですけど。今も？その当時からそうだ。当時の方がすごかったよ。パンクがいっぱいいたからさ、怖かったよ。70年代80年代パンク。そうだね。でもすごい活気があった。みんなかっこよかったから、怖いけどすごいかっこいいなと思ってた。すごいな。物心ついた時からそういう音楽にまみれてるんですよ。そうかも。そういえばそうだけど、本人はみんなはあんまりそういう意識はないかもしれないけど。でもそうかもね。そんなパンクの人がいっぱい、モヒカンの人とかがいっぱいいる街なんかないからね。北斗の拳みたいな感じだったよ。すごいね。街ブラ杉散歩だね。いいじゃないですか、杉散歩。今さ、アレックスってバンドをやってんだけど、はい、そのギターの筒井君と、曲を作る前に、何か美味しいものを食べてから曲を作るっていうのをずっとやってて、それで高田馬場来たことあるんだよね。その
美味しいものは何だろう。なんかさ、渡辺っていうラーメン屋があって、なんかすごい美味しいんだよね。なんか変わったラーメンっていうのかな。俺もあんま結構さ、俺も20年ぐらいベジタリアンだったんだよね。だからだからあんまりラーメンとかさ、焼肉とかみんなが食べに行った時全然行かなかったから、今すごいラーメンが美味しいんだよね。いつからそのベジタリアン？結構やってたよ。20歳から40歳ぐらいまでやってたんじゃないかな。20歳じゃないか。でもそんぐらい。あ、そう、この映画館来たことあるな。昔からあるよね。北海道に3回ぐらいはこの映画館だった。あ、そうなんですか？あ、これ面白かったよ。チャレンジャー見たこれ。音楽あれがやってんだよ。ナインチネイルズ、トレント・レズナーが音楽やってる。すごいなんか昔のテクノああ、そうなんですね。映画も結構好きなの？映画好きだね。でも本当周りにもっと好きな人がいるからあんまり好きとも言えない時代になってきちゃったよね。もう好きです。映画好きです。はい。すごいね。YouTube に出てるよ。スギちゃんが YouTube に出てるよ。しかもかなりその感じがいいですよ。それでございます。あった。そう、なんか音楽やり始めたきっかけって何だったんだろうと思って。そうだね。それ結構最近なんかよく話したけど、自転車に乗ってて、中学の時速い自転車、ピストンみたいな、今っていうね、こんな細いやつ、ロードバイク。そう、ロードバイクみたいな自転車に乗ってて、行きましょう。それと、ベースを友達と取っ替えたのが最初なんだよね。そんな物々交換あるんですか？そう結構いろんな遠くに行ったりしたんだけど、そうだね。でもトンネルがめちゃくちゃ怖いのよ。自転車で。すごいほら、山とか越える時とかトンネル通るじゃん。そしたらもうトンネルもほら車でも長いなと思う時あるでしょ。でも自転車だともう永遠なのよ。それででかいトラックとかがすごい音で怖いと思って振り返っても全然いないわけ。すごい先からすごい音がするんだよね。それでベースと交換したのかも。怖くて？いやもうゴリゴリで。鼻とかも真っ黒になるんだよね。トンネルの中。そう、トンネルの中もそうだし、ずっととにかく交換したんだよ。それでベースと。じゃあベースから始めたんですか？そう。それだけど最初ほら今だからこそさ、ベースってこういう弦が4本のやつだって分かってるけど、何しろほら中学生だから、ベースがどんなものか分かってなかったんだよね。だキーボードだと思ったんだよね。ベースってなんかこう土台みたいな感じだからこういう形のものだろうと思ってたら、そういうことも知らずにいいよっていうので。そうだから音楽のやつだと思って、ベースってのは聞いたことあるって感じでそれで今日交換しに行った時、あれだね、これギターじゃんってなって、いやこれがベースなんだっていう説明を受けたんだけど、そうなんだ、分かった、じゃあ交換だって交換して持って帰ってきたんだけど、こう音が鳴んないから、何これ壊れてんじゃねえってなって、どこにもスイッチもないし、ここじゃん、ついた。なんか良さそうだね。さっきの話の続きなんですけど、じゃあ中学のそのベースはもう特にそっから。いやでも高校の時のやったバンドはベースだったよ。そうなんですね。
いつからそのプロの道へってなったんですか？なんか20歳、結構でも21とかだったからね、最初にバンドで、デビューしたっていう方もなんか恥ずいけど。そうですよね。デビュー。まあデビュー。ミリから。すごいっすよね。でももうその頃は音楽で生きていくってなってる。いや、全然、そうだね。まだ俺若かったから、もっといろんなことがやりたいと思ってたし、そうだね。音楽をずっとこんな長く続けると本当に思ってもいいのかな。多分思い通りにいかないからだろうね。思ったものができないって言ったら変だけど、割とまたもっと違うのを作りたくなるから、多分それをずっと続かってたんですよ。なるほど。そのもっともっともっとみたいな、なんか新しいものを追いかけてたらずっとやってたっていう感じですか？バンドの時はそうだったけど、それでバンドをやめて、バンドをやめる時にも別に音楽も別に続ける気もなかったんだけど、本当に。だけどほらバンドでやるとこうほら自分の作った曲でも、バンドでやると全然違くなったりするんだけど、それがいいとしてたんだけど、でも一回そうじゃなくて全部自分の思った通りにやってみたいなと思って、でまだビリーと契約が1枚残ってたから、じゃあソロのやつを作るかって言って作ったのが最初。でね、それでエレクトリック・グラス・バルーンの、最初の1枚は違うんだけど、その後の2枚の、ミニアルバムみたいなの、福富幸宏ってハウスの、その福富さんがプロデュースして、それですごい俺も仲良くなって、でそれが92年とかだったと思うけど、それも、それですぐマックとシンセとサンプラーを買って、そうだね、100万ちょいだったと思うけど、買ってて、それで36回払いのローンで買って、まだ本当パソコンに録音できないから、シーケンサーだけなんだけど、マックがね、まだ楽器屋でマックが売ってたからね。へえ、そうか。下北の楽器屋で買ったな、マック。それでそうだね、だからもう福富さんが全部教えてくれて、打ち込みの仕方とか、サンプリングの仕方とか、編集の仕方とか、でもそれで一人でやるから、せっかくだからそういうの作ろうと思ってやったのが最初かな、その杉浦君のね。杉浦君もほら杉浦英二でやるのはちょっと恥ずかしいっていうかさ、恥ずかしいっていうか、誰も杉浦英二のアルバムですって聞かないだろうなと思ったから、なんか名前を付けようってなったんだけど、でもなんかほら一人なのに、なんかそのバンドの名前とか付けるのはすごいなんか、それもなんか違うバンドやってたからさ、違うなと思って、バンドっぽい名前にすると、最初だから杉浦ムか、エイジニアスにしようと思ったのよ。それ自分でもう考えたんですか？自分でっていうか、その当時のディレクター渡辺さんって言うんだけど、渡辺さんとかと結構半分冗談で言ってたんだけど、そうだね、杉浦ムになったんだよね。いい名前ですよね。まあ今も最初はすごい笑ったけどね、あんまそんなのいないからさ杉浦からそうなるんだっていう、いい名前。そうだね、それが最初かな。そっからそれが25年前ってことだ。そうだね、99年だね。スターダムスと共に、なるほど、アルマゲドン曲作りはもっとそのバンドの頃から曲は作ってるんですよね。でもそうだね、バンドの頃とかはもちろんほらギターでやってるからギターで作ってたけど、
まあギターで作る時もあるけど、こっち弾けないけどこっちで作る時もある。なんですかいやキーボード。ああ。まあコンピューターがすごい進化したから、前はねそうだね、コンピューターの中に録音できなかったから、あれはすごいよね。今そんなこと言ってんのもどうかと思うけど。でも昔は本当楽器弾けないと曲作れないっていう。そんなこともないよ。そうですか。そんなこともないよ。でも今の方がやっぱそういう楽なのかもね。こだわりってどんなところにあるんですか、曲作り。こだわりっていうのは、まあ、全部がこだわってるのかもしれないけど、でも結構作業はすごい早い方だと思う。曲を作ろうと思って、作り始めたら、早いね。それでも先にだからイメージができてるからってことですか。そうイメージもあるし、ただ始めるまでがすごい遅いわけよ。でも今まで締め切りとか一回も遅れたことないし、そうね、なんでかっていうと多分始めたら終わるまでもうそのことに取りつかれるからだろうなだからなるべくやりたくないっていうか、でもやらない間もやっぱずっと考えてるから、だからなのかもしれないけど、始めるまでがとにかく長いね。こう今アルバムがとりあえず終わって、結構もう1年以上やってたから、変わってんなといつも思うんだよね。だってほら1曲だったらさ、ね、変な話さ、早ければね1日2日3日ぐらいでできちゃうのに、アルバムになると1年以上かかるってさ、10曲ぐらいしか入ってないのにさ、だからなんかやっぱ今ねアルバムっていう聞き方しないとか言ってるけど、でもやっぱアルバムってやっぱすごい特別なんだなって思うしね。だからアルバム作ってる時はね早く完成させたいなってもちろん思ってるけど、終わっちゃうとこうあれだね、なんか急に張り詰めたものがなくなるから、なんとも言えない気持ちだね。だから寂しいっていうのもまたちょっと違うし、じゃあまた作ればいいじゃんっていうのもまたちょっと違うというか、なんだろうね。だからなんかちょっと文句言えないけど、なんか夏休みが終わっちゃったみたいな感じ。苦しかったけどいい思い出みたいな長い感じなんですか。そういうのでもないな。だからなんだろう、そんなに楽しいわけじゃないから、楽しい部分もあるけど、なんとも言えないね。だからそういう気持ち、まあ燃え尽きたってことなのかもしれないけど、わかんないけど、そのアルバム作りましょうっていうのと、その1年かけて、毎月そのリリースしていきましょうっていう、そういうコンセプトというかプロジェクト。そうだね。だからそれは別に俺発信じゃなくて、そのキリキリビラのその一緒にやってたその与田さんが、ほらその今配信のとか分かってないからさ、どういう風に出すのがいいのか、でも与田さんはレーベルもやってるから、じゃあその与田さんがいいっていうやり方でじゃあやろうってなって、そこはあんまりこだわってなかった。でもこうやってねやっぱまとめて出ると、みんなもすごい聞いてくれるし、ね、やっぱりシングル1枚だけで出す時とはみんなの反応が違うから、なんかすごい杉浦もんが凝縮された1枚に今回のね、なっててめっちゃ面白いなと思いました。なんか聞けば聞くほどじゃないですけど、どんどんなんかスギちゃんっていう人が見えてくるみたいな感じ。嬉しいね。だってそうなんかその唯一無二感がこう出てくる感じがしました。すごい。あんまいないからね。そんなにでも分かりづらいことやってないのにね。分かりやすい人だって。
アルバム自体、そうですね、歌詞があって、でもなんですかね、そのやっぱ参加者もめっちゃ多いじゃないですか、ボーカルの人たちの、そこも多分杉浦ムっていう世界観がちゃんと出ている感じもあって、でそのなんですかカテゴリーというかジャンルというか、いろんなそのパターンの音楽が入ってるのも、やっぱさっきこう言われてたそのバンドからのこの変遷での杉ちゃんのそのね、そうだね、特にそこも今回のは特にそうかもね。なんか杉浦ムしか作れないアルバムになってるっていう気がしました。すごいめっちゃ楽しかったです、聞いてて。あとやっぱ最近CD って買わなくて、その CD の中に歌詞カードが入ってたじゃないですか。あれもなんかすごい嬉しくて、あんまりその歌詞のあるアルバムを買ってなかったってことに気づいたんですけど、歌詞とかないからね。でもそうかもね。こんなに全部歌が入ったアルバム初めてだわ。で日本語っていうのも初めてって書いてある。日本語も初めてだし、歌詞そのもの歌が入ってるのは初めてだね。ほとんど歌が入ってますもんね。全部最後の曲以外ね、全部歌入ってるから。すごい、だからそれもなんか新鮮で、歌詞カードと思ってそれをやっぱ読むとまたそれはそれでそのあれってそれぞれのボーカルの方が書いてる歌詞なんですか？そう、ボーカル、そうだね、半分ぐらいかな。その歌詞が書ける人には書いてもらった方がいい。やっぱ歌う人が歌詞を書いた方がやっぱ説得力があるっていうふうに思ってるから、だけどほら歌詞が書けないとかさ、歌がないとかね、あるいはその外人だとかさ、そういうの時は俺が書いて、そうだね。そうか。そうなんか多分いろんな人が書いてるからこそ、またそのバラエティのなんか豊かさみたいなのがすごい面白かったです。本当になんかこう、そうだね。単純にそのアルバムずっと聴いてるのも楽しいし、その歌詞見ていくとそれぞれの個性が出てて、で曲のああいうそもそもトラックのテイストというか、そこも全然違って、なんかね、聴けば聴くほどなんかこう分かりやすいアルバムなんだけど、聴けば聴くほどなんかこう深く入り込んでいける感じが、そうですね、いろんな音楽やってるからね、すごい面白いと思いました本当に。ありがとうございます。ぜひいろんな人に聞いてもらえ、なんか難しいものじゃないから入りやすいそうだね、難しいね、奇妙な音楽でもないし、そのやっぱ見てる時の気持ちとか忘れちゃうからね。でももう忘れちゃってるけど、でもすごい、ものすごい集中してやってたよ気がするね。ものすごい集中したと思う、多分ずっと毎日。そうですよね、それ1年かけてやるってすごいですよね。そうだね、なんか1年中じゃないかもしれないですけど、そのスポットでずっとやり続けるじゃないですか。そうだね、やっぱ本当にシャワー浴びてる時とか結構すごい気がついたりするんだよね。ちょっとあそこのハットが多いなとか。へえ。ね、このところね、あそこ何拍目にどう足したら1個入れたらもっとこうなんじゃないかとかさ。シャワー中に思うんですね。そうだね。そういう簡単なのだったらすぐ試せるけど、結構これ全然こうなんじゃないかっていうふうに一回思っちゃったらもう試さざるを得ないからね。だってそれがすごい面倒くさいことでもやんなかったらね、後悔するから、結局また元に戻すとかっていうこともあったかな。でもやっぱほら結局ね、これはこういうもんですっていうのは自分しか分かってないし、別にそこをこうしろとは誰も言ってこないから、ね、手は抜けないっていう、当たり前だけどね、そうだね、そうだね、料理屋さんに行ってやっぱ人に食べてもらうから手で作るんだってさ、ね、逆に食べてもらわなかったら作らないと思うし。なるほど。やっぱり人に聞いてもらうからこその、その音楽への
作る意欲みたいなのも、そうだね、そんな風に今思ったことなかったけど、でもそうだね。それはたまに思うよ。やっぱそもそもね、もういい音楽がたくさんあるのにさ、自分でまた新しい曲を作ったりしようなんてのはさ、ね、いらないって言ったらいらないわけで、それでもやっぱやりたいと思うのはやっぱ誰かに聴いてもらいたいからだよね。本当にそうだね。リストとかでもいいけど、こうね、こういっぱいリストがいたらこうやりたくなるんだよね。でもやっぱ聞く人がいるから、その人のために丁寧に。人じゃなくてもね。撮ってるの？撮ってます。ひと飛びして今スギちゃんのはい、高円寺。地元のはい。高円寺に飛ばして、ほらほらほら、こういう感じで、これちょっとケバブです。まあそうだね。ほら高円寺ってあ、でも確かにね、こういっぱいある全ね。然もうこの私たちが勤めてた外のビール。よっしゃ。乾杯。乾杯でございます。美味しい。めっちゃうまいんですけど。なんすか？スギちゃんおしゃれですよね。おしゃれ？嘘でしょ？おしゃれですよ。ありがとうございます。あ、もう言われないか。なんかこう選ぶセンスが、そうそう。メガネも素敵。どこのやつなんですか？これソロイスか？それ元っていうか元々ナンバーナインの方なんですよね。皆さん仲いいんだよね。あれコレクションの音楽とかも作ってる。でも結構週に1回ぐらい、1週間に1回ぐらいは飲んでる。一緒に？めっちゃ仲いいですね。そう仲いいんだよ。めっちゃ仲いいな。来週もなんかお笑い見に来るんだよね。吉本ルミネにそんなこともするんですね。しかも安いんだよ、すごい。2000円とか3000円で見れるでしょ。あ、そうなんですか？確かにそうかも。寄せ安いんだよね、コンサートとか。確かに今高いですもんね、コンサートとか。普通になんか DJ のあれでも高いしな。そうだね。海外のアーティストとか来ちゃうと。そうだね。この間Too Many DJs がフジロック来てたじゃないですか。フジロック最高だったよ。あ、そうですか。でフジロックの流れであそこのゼロ東京でやって3000円とかだったんですよ、それこそ。行くでしょみたいな感じで行って、めっちゃ良かったです。めっちゃ良かったよね。めっちゃ良かった。すごかったわ。そっか、スギちゃんフジロック出てたもんですよね。フジロック出てたんですよね。フジロックで最高だった。昔見たと、俺もマンチェスターで一緒にやったことあるんだよ。そういうメニュー。ベルギーの人たちなんだよね。同じ日だったんですか？スギちゃんと同じ日だったんですか？今回。フジロック。フジロック。そうかな。でも2days時間が早くて、すごいもう卓球さんとかタクさんもすごいそれでガン踊りしてた。すごい。面白いよね。前ほら来日でさ、ロックの曲とかをさ、こうめっちゃ繋いでたのをさ、ダンスミュージックでやっててさ、あれが良かった。すごいアンセムがちょいがかりするのがすごい良かった。スギちゃんってそれこそ本当にバンドマンであって、そして DJ でもあるじゃないですか。バンドとしてそのライブやるのとお客さん前で、DJ としてお客さん前で DJ やるってなんか違います？全然違うよ。それ知りたいだと思ったんです。まあでも最終的には同じなのかもしれないけど、DJ って結構やっぱ
思いつきっつうかさ、ね、やっぱ最初今日はどういうお客さんなんだろうから始まってさ、そこから考えて組み立てるっていうかさ、だと思うけど、ライブはもうやること決まってるし、やっぱね、メンバーもいるから、やっぱ自分のパートをやっぱ失敗しちゃいけないって思うから、間違えちゃいけないなと思うから、やっぱ全然違うかも。特にあれが今までで一番緊張したよ。電気グルーヴのサポートやった時に石尾君がコロナになって、1回だけゼップで、1週間前に言われて、電気グルーヴのそのツアーのサポートやったんだよね。あれが一番緊張したから、ほら音と止めちゃったらどうしようってさ、あれが今までで一番緊張したかも。最近じゃないですか。最近去年か今年しか忘れちゃったけど、あれが今までで一番緊張した。緊張するってことがあんまないから。普通の自分のライブでももう緊張しないですか？その DRX でも。緊張はしないね、やっぱ自分のライブだから。まあでもちょっとはするかな。DJ は一回も緊張したことない、本当に。本当にない。だって自分の好きな曲を好きなようにかけてるだけだから。演奏するわけじゃないですよね。そう、お客さんもいるし、あと DJ が緊張してたらお客さんも緊張しちゃうだろうっていうのもあるのかもしれないけど、でもとにかくそうだね。だからさ、電気グルーヴのサポート終わった後が今までで一番ホッとしたことかも。だから最初緊張してると思わなかったんだけど、竹さんとかに滝さんとか杉お前大丈夫か、なんか変だぞって言われて、緊張してんだろって言われて、いや緊張してない、雰囲気に飲まれてるだけだってさ、それお前緊張って言うんだよって言ってへえ、それもうちゃんと出てたんですね。そうだろうね。いやほら、とにかく1週間で24曲ぐらいやんなきゃいけなかったから、覚えてることが合ってんのかどうかもちょっと怪しかったから、またほらでその前にやった福岡のビデオを DVD そのデータで送ってもらったんだけど、途中のさ喋りが面白くてそこばっか見ちゃってやらなきゃいけないこと本当に巻き戻しちゃったりしてさ喋りが面白い。そう一番関係ないところ。だから関係ない。またやっちゃったみたいな感じで何回見ても面白いんだよね。でもなんか急遽でもそうやってオファーされるの嬉しいですね。いや嬉しいよ、こんなさ。ねえ。電気グルーヴのライブなんか一緒にやった人何人もいないでしょ。すごい。スギちゃんの音楽センスもそうなんですけど、人柄もすごいやっぱ、そこも全部含まれてる気がするんですけどね。まあでもそうだね。そうだね。背伸びはしても嘘はついてないかもしれないから。なんかその年上の人からも年下の人からもなんかこう好かれるそう言ってもらえると嬉しいけど、人柄。女性ファンも多いしね。なんかね、この間私リリースパーティー行ったじゃないですか、スプレッドの。女の人の数の方が多いな、知り合いの人とかも多分いたと思うんですけど、女の人の数が多いことに私はすごい嬉しかったです。めっちゃ。ありがとうございます。ちょっともう最後らへんの終盤のちょっと質問なんですけど。言い足りないな。言い足りない？小さだけど。何？このお酒が入った時ぐらいに聞こうかなと思ってたのが、すごい抽象的な質問で、スギちゃんにとって音楽とは何でしょう？でも一番好きなものではあるね。ただ結構いつも近くにありすぎてたまにそういうのを忘れるが、でもやっぱりこんだけやってるってことはそうだね、
そうだね、なんかこう座右の銘じゃないけど、なんか無茶はするけど無理はしないみたいな風にいつも思ってて。あ、なるほど。そうだからなんかやるときはやるし行くときは行くけど、やりたくないことはやっぱやりたくないと思ってるから、そう思ってるのにこうやってずっとやってるのはやっぱね、本当に好きなんだなと思うし、そうね。だけどなんだろうな、でも結構今回出したアルバムは結構いい線いってると思うんだよね。本当は多分みんな思ってると思うけど、ものすごいいいアルバムを作ってパッとやめたいと思ってると思うんだよね。だからこんなに長くやっちゃってるんだと思うんだよね。あ、そう。もうこれ以上いいものはできないなと思ったら多分もうパッとやめれると思うんですけど、こうやってやめれないのはまだずっとそれができてないからだとね。だからそうは思うけど、でも結構今回のは結構いい線いってると思う。ちなみにあれってトラックは全部スギちゃんが作ってるんですか？そうだね、ミックスも全部やってるから。そう、どんな風に作ってるんだろうと思ってたんですよ。曲によって全然ケースバイケースだけど、そうだね。だから結構本当にすぐ忘れちゃうのよ。本当に基本的なことは覚えてるけど、これをどうやって作ったかとかは、もはや覚えてないっていうか、覚えてないんだよね、本当に。だからただ一曲を作るときにやろうと思うのは、必ず今までやってなかったことを1個入れよう、最低1個はやろうと思ってる。それにやっぱ自分もすごい興奮するし、これどうやるんだろうっていう好奇心から始まって、そうするとそこをみんな面白がってくれるんじゃないかなっていうのは自分も面白いと思ってるから、そのままで形になっちゃうから、そういう意味ではこうちゃんとずっと進歩してるっていうか、そういうふうには思うな。新しいものを取り入れるとか入れ込むって結構また難しいじゃないですか。なんつうのかな、自分にとって新しいものとか、なんかそういう。いやでもそれを面白がってたら全然難しくなくて、むしろ一番興味があることになってるはずだから、そうじゃないかな。でもやっぱ初期衝動みたいなものをやっぱ収めるべきだよね。録音しちゃってさ、綺麗になって形になった時よりも、それ以外の部分が綺麗になって形になってるとしたら、そこの何か一個いびつなものが、それが多分そういう音楽の良さなんじゃないかな。なんか生きてるものっていうか、できることじゃなくて、できないことができないこと、あるいはできなかったことが一個でもその曲の中に入ってたら、それはなんか音楽としてずっと生き残ってる、生き続けてる音楽って多分そういうものが入ってるんじゃないかな。例えば自分も高校生の頃に聴いた音楽が今でも聴いてるのは、やっぱそういうものが入ってるもの、全部そういうものが入ってるような気がする。完成されてないものはね、今までできてる完成されたものの中に完成されてない主役のやつがいて、それが今でもやっぱこう揺さぶられるんだと思うな。今回でもいろんな人とのコラボだったじゃないですか。それで得たものってなんかいろいろあります？まあみんなやっぱちょっとすごかったよ。みんなすごかった。やっぱそうだね。ある意味ちょっとフリースタイルのみたいなもんだもんね。このお題に対してこうやってね、ある人はメロディーをつけてくれたり、歌詞を書いてくれたり、歌ってくれたりして。そっか、上がってくるテーマどんなお題にしたんですか？それも聞きたかったんですよ。人によりけりだけど、まずとりあえずもうオケが先にもう全部できちゃってるか
出す前に、どういうこと？トラックに対してつけてくれっていうあれが、そうなんですね。メロディーも俺が作ったやつもあれば、その歌う人が作ってくれたのもあるし、だからまあケースバイケースだよね。だけどみんなすごいなと思った。そうなんですね。私なんか逆なのかなと思ってました。あれどういうこと？なんかテーマこういうのってなんか投げて、でそれぞれがなんか思うどういう形で上がってくるのかちょっとよくわかんないですけど、なんか上がってきたものに対してスギちゃんがそういうのもあるよ。トラックつけてっていうことなのかなと。いや違うね。オケが先だね。オケが全部カチッとできてるから。もちろんその歌が入ったらそれに合わせてまた直したり作り直したりするけど、私アニさんのスチャダラの、すごいなと思って、あれ私なんかわかんない、なんかどこのタイミングかわかんないですけどめっちゃバズるような気がしてて、超キャッチーだし、でもすごいアニさんのは本当に可能性でしかないよね。すごい可能性があるんだな。あれすごい、感動しました。ハバナイの人のやつも好き。北斗さん。神くんのね。ハバナイも本当ライブすごいからね。そう、私それスギちゃんのGRX の時に見て、やっぱそうなんだ。いや、そのアレックスの時はまだ対バンした時はまだそれが始まったぐらいな感じで、今すごいよ。変わってる。いや、曲もなんかすごいいいグルーヴが生まれてるなと思って、なるほど。で誰がやってるかあんま聞かずに初めバーって聞いて、この曲すごい好きだわと思って、名前見ても分かんなくて、で誰だろうと思って調べたら、ハバナイの人か、なるほどな、あの人かみたいなので腑に落ちた。あの感じね、ライブとかで見れたらめっちゃ良さそうとか思って、でその次の曲もハバナイの人なんですよね。そうだね、ミサちゃんのそうあれはそうだね、あれその川村武さんっていう劇作家がいて、でその川村さんのお芝居の「オールアバウト・デッド」っていうお芝居があって、それで作った曲なんですね。あの曲はもともとインストで、それにイサちゃんが歌詞とメロディーつけてくれて、あの曲もすごい好き。私いいアルバムですよ、本当に楽しい。曽我部さんのやつ、セクシーでさすがなんか感じですよね。反射神経みたいな感じだね。そうかもね。活動っていうか。そうなんですよ。でもお付き合い長いですよね。お付き合いがめっちゃ長い。でも2人で遊んだこと考えるよ。そうなんですか？今思ったけど、遊んでみようかな。いいね。やっぱ自分が音楽を始めて音楽を続けていくうちに、別に本当にさ売れたいとか、売れたらいいなとは思うけど、今でもね。だけど本当にそういうふうに思ったことないのよ。売れたいとかお金を儲けたいとか。だけど好きな人にやっぱ認めてもらいたいっていうのがある。ずっと自分が好きな人に、であるとこまで行くと好きな人にも認められなかったらその人のことを嫌いになるかもしれないから、自分もね実力をつけてきて、その今までやってきたことを抜きにこの音楽でこの人はどう思うかって言って、もし評価してくれなかったら多分その人のことが嫌いになっちゃうと思うんだよね。だって認められたいと思ってる。そうですね。でも多分みんなそうだと思う。
だから、音楽でやりたいことはそれだけかな。好きな人にずっと好きでいてもらえること。いや、こっちが好きでいたいから。だってこの人はこれを気に入ってくれるはずだと思って、で気に入ってくれることってことですね。でも逆にひどいもの作ったら、こっちも終わりだから、そのあれはある、ガチ具合はある。作ってる。今後のスギちゃんの予定ってどんな感じなんですか、音楽活動。来月ぐらいから、そんな全国全部ってことじゃないけど、アルバムのツアーでいろんな土地に行って、もうアレックスのアルバムと、あとあれか、その劇団の音楽、それとソロイストので作った音楽があるんだ。そのショーのコレクションの音楽があって、それをまとめたやつで出そうかっていう。杉山とまた全然違う、すごいダークな感じなんですけど、それを近々出す10月ぐらい。でもすごいかっこいいよ。また全然違うから。でもそれがすごい本当にいろいろ取材で言ってるけど、それが今回のアルバムのまた違う耳を持ったみたいなところあるかも。違う集中力の違うチューニングっていうか、違うチャンネルの集中力を手に入れたみたいなところがあるかもね。だからそれはすごい成長したと思う。だからここで喋れるやんと思って、外みたいな、なんかでも本当大阪みたいだね。大阪めっちゃあるけど、これが俺の大阪のイメージだ。はい、ありがとうございました。長い間ありがとうございました。めっちゃ楽しかったです。楽しかったです。いろいろ知らなかったスギちゃんのことが知れて、こんな暑い中お付き合いいただきましてありがとうございます。これに懲りずにまたいつか、またお願いします。出てください。アルバムを作ってね。いやぜひスギちゃんのアルバムSomeone is Dancing Somewhere、ぜひ聴いてみてください。どこでSpotify とかでも何でも聴けます。Apple Music も YouTube でも聴けると思います。あと私イベントの時にゲットしたリミテッドエディションみたいなやつ、あれはもうどうですかね。あるかないか。あるかな。はい。あれもうリミックスめっちゃ良かったんですけど。ありがとうございます。ね、みんなすごい。めっちゃ好きですよ、リミックス。限定版はもうどこでも買える。限定版はもしかしたらそのレーベルのサイトにね、キリキリビラのレーベルのサイトに残ってるかもしれないけど。なるほど。じゃああれ見つけたら絶対買った方がいいですね。お願いします。版ね、めっちゃ良かったです。まあそうじゃなくったとしても、いろんなところでね、聞けますので、お願いします。ぜひ。あとライブ、DJ なり、ぜひ遊びに来てください。いや今日は本当にありがとうございました。長い間ありがとうございました。